眼科医の平松です。今日はリンゴ酢の健康効果とその飲み方についてお話ししようと思います。リンゴ酢ってご存知でしょうか？海外では比較的流行っているんですけれども、リンゴから作ったお酢なんですけれども、比較的健康効果が高いとして注目が集まっています。特にダイエット効果、そして眼科にまつわることでいうと神経保護効果などが注目されているので、そこら辺のお話をします。じゃあ、ダイエット効果以外に何があるか。コレステロールの低下。さらには動脈硬化の予防。脂質、血糖値を低下させてくれる。これらがあるからダイエット効果がね、際立ってくるわけですけど。さらに口臭予防。ね、口の匂いとか、ね、ちょっと抑えたいなっていうのに予防になります。美白。お肌をきれいにしたいって方もいると思うんで、そこら辺の効果。そして、神経の保護効果についても言われているものなんですね。じゃあ、ダイエット効果としては、一つ目の研究としては、皮下脂肪、内臓脂肪、全体脂肪がどのぐらい、リンゴ酢を摂取することによって減るかっていう研究があります。このグラフになります。これを見ていただけると、一番端っこの、白の棒グラフ。これは何もというか水みたいのを摂取したものですね。なんかむしろ上側に行ってます。これが脂肪が増えてるってことですね。薄い灰色がある程度のリンゴ酢を取った場合。で、ちょっと濃いめの黒に近いやつ。これが、いわゆるしっかりリンゴ酢を取った場合になります。つまり、量を増やしても、そんなに脂肪減るわけじゃないけど、それなりの量で減ってくると。じゃあ、それなりの量ってどのぐらいなのっていうと、15ml、大さじ1杯程度ぐらいかなっていうふうに言われているので、そんぐらいでいいかなと。さらには、39人を対象とした2018年の研究では、食欲、体重減少を認めた。さっき、皮下脂肪が落ちるって言ったじゃないですか。そして、食欲も落ちるし、ただ脂肪が落ちて筋肉が増えると体重はね、バランスするわけですけど、脂肪が落ちて体重自体もやっぱり落ちてくれたっていうような研究があるわけですね。じゃあ、なんで体重が落ちる、脂肪が減るのって話になります。そこには、リンゴポリフェノールというのが関連してきます。リンゴポリフェノールというのは、ポリフェノールなら聞いたことある方もいると思いますけども、いわゆる抗酸化物質といって、体のダメージとかを消去してくれるものの一種になります。このリンゴポリフェノールによって脂肪が良くなるんですね。脂肪が良くなるってどういうこと？脂肪っていろんな脂肪が体にはあるんです。普通にエネルギーとして貯蔵される脂肪。逆に脂肪を燃やして活性化してくれるような脂肪があります。その脂肪を燃やして活性化するような脂肪を褐色脂肪って言います。一般的に体に溜まる脂肪は白色脂肪って言います。つまり褐色脂肪が多ければ多いほど脂肪が燃焼しやすい、いわゆる痩せやすい体質ができるわけです。白色脂肪が多いほど、普通に太るわけなんで、褐色脂肪を増やした方がいいかなって思うわけですよ。白色脂肪を褐色脂肪化することができるんですよ。それをベージュ細胞とか言うんですけれども、ベージュ脂肪細胞とも言いますね。これがリンゴポリフェノールがやってくれるという効果が研究として出ているわけです。ってなってくると、普通に脂肪があっても、それが燃えやすい環境を整えてくれる。脂肪が落ちて体重が落ちる。ね。それで健康効果が出る。もちろん、コレステロールも抑えてくれたりとか、実際2021年のメタアナリシスというね、研究では、脂質、脂肪が 6.06mg パーデシリットル減り、血糖値が7.96 減ったっていう研究があります。だいたい1ヶ月以上のリンゴ酢の摂取で 15ml 以上ですね。だから大さじ1杯以上を摂取することによって、このダイエット効果が出てきたんじゃないかなっていうふうに言われてます。もう一回ダイエット効果についてまとめると、リンゴ酢を取ることによって、ダイエット、体重、皮下脂肪が落ちてくる。それはリンゴポリフェノールというのが関係してくるんですね。で、それによって、リンゴポリフェノールで白色脂肪、普通の脂肪が褐色脂肪になって燃えやすくなってくるっていう感じになります。リンゴ酢ってどんな感じっていうと、こんな感じのものですね。これ売ってるやつ。スーパーに普通にね、うちの近くのスーパーで売ってたやつです。後でこれの、
味覚の感覚とかも皆さんにお伝えできればなと思うので、ちょっとそれは最後の方にご紹介します。で、ダイエット効果だけではないんです。口の匂いっていうのを抑えてくれるっていう効果があります。口の匂いを抑えてくれる一つの理由としては、唾液を増やしてくれるっていうことがあります。これもメタアナリシスという研究で、リンゴ酸を摂取すること、リンゴ酢ですね。リンゴ酢の中にリンゴ酸という栄養素が含まれてるんですよ。酸なんで酸っぱさの方ですね。これによって口の乾燥を防ぐ、唾液を増やしてくれるということが分かりました。唾液が増えてくれれば、口の中に変に残ったカスを流したりとか、菌を抑えたりとか、そういう効果があるわけですね。なので、リンゴ酢を取ることで、リンゴ酸を同時に摂取できて、口腔内の口の中の唾液が増えてくる。さらには、メチルカプタンというね、匂いを出すような成分も増加しづらくなると言われています。ダイエット効果。口の匂い。いわゆる見た目系に結構いいんじゃないかっていうのがリンゴ酢の方向性なんですけど、そこで言われているのが、美白の効果もあると言われています。美白の効果はなぜ起きるかっていうと、メラニンの生成抑制をするんではないかと言われています。ただ、先ほど来の、いわゆるダイエットとか、口の唾液とか、そっちに比較するとちょっとデータ弱めなんですけどね。なぜこんなね、美白までっていうかっていうと、昔、リンゴ酸っていうの、リンゴ酢っていうのは、皮膚に塗ると、アトピーとか皮膚の状態を良くしてくれるって言われていたんです。でも、最近の研究でそれはちょっといまいちだなっていうことが分かっています。2021年でちょっと否定的なんじゃないかなっていう研究も出てるので、リンゴ酢は飲むのはいいけれども、皮膚に塗るのは酸でちょっと刺激もあるので、あんまり積極的にはお勧めしないかなっていうのが正直な感想になります。あくまで摂取、飲む方がいいんじゃない。そして、これを見ている方はね、目の病気、緑内障とか神経の障害とか、網膜色素変性症とかの方も多いと思います。そういう神経が弱い方には、神経保護効果もある程度あるってことが分かってるんですね。その中ではね、ちょっとラットモデルで人間そのものではないんですけど、ドーパミン、モノアミン、セロトニンなどの神経伝達物質に作用してくれるんじゃないかなっていうふうに言われています。なので、いわゆる神経系が弱い方に関しては、ちょっとね、視神経と直接の因果ではないわけですけど、いいかなと。あとは、アルツハイマーとかね、そういうね、にもいいんじゃないかなとかっては言われているところです。そもそもリンゴ酢ってどんなものっていうと、リンゴを発酵させてお酢状にしてるんですよ。で、売ってるものはこんな感じの透明なものが多いです。ただ、一部のメーカーさんのものであったりとか、ちょっとやや高級寄りのリンゴ酢が売ってるとこだと、ちょっと濁りがある、折りがあるものも売っています。なんか濁りがあって嫌だなって思うかもしれないけど、実はそっちの方がちょっといいんですよね。先ほど言いましたように、リンゴっていうのを発酵させて、リンゴ酢を作ってるんですけど、その発酵の過程で出てくる、酵母とか、そういうものも含まれているのが、ちょっと折りのあるリンゴ酢なんですよ。なので、そっちの方が栄養的には、いいかと。ただし、そこまでではないので、普通に売ってる、普通のスーパーとかだと、こういう透明なものになるんですよ。なんでそっちでもいいかなと個人的には思いますね。あと、今まで言った健康効果以外には、酸なので、結石、石ができにくいっていう効果もあります。結石っていうのはね、尿中に、いわゆるクエン酸、シュウ酸とカルシウムっていうのがくっついて、それで石できるんです。それをクエン酸という酸が抑えてくれるわけですね。実は、リンゴとリンゴ酢には大きく分けて3つの栄養素が含まれています。ペクチン、リンゴポリフェノール、リンゴ酢です。ペクチンっていうのは何なのかっていうと、いわゆる水溶性の食物繊維と言われるものです。なので、リンゴそのものには含まれてるけど、リンゴ酢にはちょっと少ない感じなんですよね。ペクチンっていうのは、食べたものの消化吸収を緩やかにしてくれたりとか、そういうメリットがあるので、だからこそリンゴをね、食べると、ちょっとダイエット効果あるよとかって一時期流行ったと思いますけど、そういうのがあるんですよ。そして、ペクチンっていうのは、例えばジャムとか作る時の
ゲル状のものとかにも役立つので、いわゆるいちごジャムとか、リンゴジャムとか、はたまたトマトとかも関連してきます。だからこそ、トマトジュース飲むとどうなるみたいな動画があるんで、ちょっとそれも見ていただければと思いますが、ペクチンはね、トマトの方にも含まれているってことになります。そして、リンゴポリフェノールになります。リンゴポリフェノールのポリフェノールというのは抗酸化物質。いわゆる酸化、錆びていくのを防いでくれるものです。その主な成分としてあるものは、プロシアニジンと言われるものです。聞き慣れないですよね。これ何なのかっていうと、カテキンがたくさん含まれているもの、というか、くっついてるものなんですよ。カテキンだったらちょっと聞いたことある人っていうのもいるんじゃないでしょうかね。カテキンっていうのはよく菌に勝てみたいなね、ダジャレ的に言いますけれども、ウイルスとか細菌とかにも効果的じゃないかって言ってよくお茶に含まれてて、インフルエンザとか流行る時期うがいしようとかお茶で、そういうのがこのカテキンから来ているものなんですね。エピガロカテキンとかとも言ったりしますね。このカテキンっていうのはダイエット効果もあるんじゃないかって言われてて、ダイエットサプリメントとしてもよく使われているもんなんで、それが含まれているのがプロシアニジン。それが集まってリンゴポリフェノールになるわけですね。それ以外にもクロロゲン酸、コーヒーに含まれているものですね。コーヒー毎日飲むとどうなるかっていう動画もね、これ出してるんで、同じ飲み物として見ていただければと思いますけれども、クロロゲン酸、プロシアニジン、これらが含まれているのがリンゴポリフェノールなんです。だから、結構有用なものが含まれているポリフェノールの一種だと思っていただけるといいと思います。そして最後にリンゴ酸、そしてクエン酸、酢酸などの酸というのが含まれています。酸というのはいい点としては、いわゆる疲労回復にいいよとかって言ったりもしますし、いわゆる体の酸性、アルカリ性とかのバランスをリバランスしてくれるっていうところもあります。しかし一番はクエン酸回路といって、体の中でエネルギーを作り出す回路っていうのがあるんですよ。その回路にクエン酸だとか、リンゴ酸とか、ここら辺が重要になってくるんですね。これはどんな感じでエネルギーを生み出すかっていうと、パンとか、お米とかに含まれている炭水化物ありますね。炭水化物をピルビン酸っていうのにします。そっからアセチルコエっていうのにしたりとか、脂肪を取りますよね。脂肪から脂肪酸にして、それをアセチルコエにして、でそれによってこの回路を回して、で、エネルギーを得たりとか、酸素とかも必要ですけどね。そういう風にして栄養からエネルギーを作り出す、活力を生み出す元となるのがクエン酸であり、リンゴ酸になってくるわけです。だからこそ、リンゴ酢、リンゴ酸を摂取していると、痩せやすくもなるし、活動的にもなりやすいというメリットがあるわけです。じゃあ、リンゴ酢、何でもかんでもいいのかというと、デメリットもあります。結構明確で、これ好き嫌い分かれんなっていうデメリットは、味というか酸味ってもんですね。酢っていうだけあって酸っぱいというかな、ツンとくる感じがあるんですよ。そして、ただ口にツンとくるだけだったらまだしも、飲んで胃とか腸にやや刺激が来る感じなんです。だからこそ、胃や腸が弱いなって人には、あんまりおすすめできない感じですね。私全然強いし、ダイエットしたいみたいな人にはいいし、視神経とか神経強くしたいみたいな人にもいいかもしれないですよ。そして、割って飲んだ方がいいんですよ。飲んだ方がいいわけですけれども、リンゴ酢ね、こんな感じで売ってるのってきついんですよ。だいたい5倍ぐらいに薄めて飲まないとダメなので、ちょっとめんどくさいですね。よくサイダーで割るとか、お水で割るとか、サイダーっていうか炭酸水ですかね。そういう風にされることも多いかなと思います。また、酸なので、口に含んでそのままにずっとしてると、虫歯とか、そういう風になりやすい。なので、30分以上してからで結構ですから、歯磨きとかしていただく必要があります。また、カリウムを含んでいるので、それはむくみを取ってくれるということでは非常に効果的なんですけれども、逆に言うと腎臓が悪いとか、そういう人には要注意っていう点があります。もう一回、リンゴの効果をまとめると、ダイエット効果、脂肪とか、体重を減らすとか、皮下脂肪を減らすとか、血糖値を下げるとか、そういう効果があって、口臭予防、口の匂いとか、そういうのを予防してくれる効果があります。そして、美白効果、シミとか、そういうのができにくくするような効果があったりとか、神経の保護効果、特にね、
アドレナリンとかあっちの系列になるので、アルツハイマーとかそっち系に関連してくるようなものに効果的なんじゃないかなっていうふうに言われているということです。そして、その原因というかな、効果としては、ペクチン、リンゴポリフェノール、リンゴ酸などが関連して効果を発揮してきてるっていうふうに思っていただけるといいと思います。じゃあ、こうやって売ってるの、どんな味がして、どういうものがおすすめなのっていうのも結構重要なんで、そこのご紹介します。まずは、この純リンゴ酢ですね。トップバリューのやつなんですけど、これを割ったのがこっちになります。やっぱりね、特有の酸っぱさというかね、酸味はすごいある感じ。お酒に近いようなテイスト、フルーティーだったりとかするので、シードルとかあんな感じの果実っぽいお酒が好きな人には飲みやすいものかなっていうふうに思います。ただし、それなりの酸味は結構あるので、普通のシードル系よりはきつい感じですね。そして、簡単リンゴ酢。こっちの方がちょっと色合い的には濃い感じになります。で、それを飲ませていただくと、こっちの方がね、結構ドロッとした感じになるので、ちょっと甘いなって感じですね。で実際ね、このね、簡単リンゴ酢の方は、ブドウ糖、果糖、液糖みたいな、こういうのも入ってるので、個人的にはやっぱりこの純リンゴ酢みたいに、砂糖とか、果糖、液糖とか、そっちが入ってない方を買うことをお勧めします。Amazon とかそういうところでも売ってるので、これちょっとリンクも貼っておきますので、これは地元のスーパーで売ってる安いもんなんで、ちょっと Amazon にはないと思うんですけれども、それ以外にも、このリンゴからシンプルに作ったリンゴ酢を摂取された方がいい。ブドウ糖、果糖、液糖とかいろいろ入ってると、やっぱり無駄に血糖値上げてしまったりとかしちゃうと、ダイエット効果何なのってことになってくるので、素直に。そして5倍に薄めて飲む方がいいと思います。じゃあ、朝、昼、晩、どこで飲んだ方がいいのっていうと、結論、あんまり関係ないです。朝がいいとか、昼がいいとか、夜がいいとかないので、自分で飲みやすい時間帯を設定していただいて、飲んでいただくといいと思います。たくさん飲めば飲むほどいいの？これはダメですね。酸なので、飲みすぎてしまうと、やっぱりデメリットあります。あくまで1日 15ml 程度という風に抑えていただいた方がいいと思ってください。という風に、日々、体、そして目の健康情報、そして取った方がいいもの、取らない方がいいものっていうのはご紹介してますんで、よろしければチャンネル登録、ベルマークとか他の動画も見ていただければと思います。よろしくお願いします。